もしも明日の天気が一切わからなかったら、今の生活ってどうなるんだろうね。多分一番変わるのは安心の量だと思う。安心の量？明日の天気がわかるって、それだけで落ち着くでしょう。確かに、雨って分かってたらちゃんと準備できるし。それが全部わからなくなる。じゃあこうなるよね。とりあえず傘持つかどうかで迷う。そう。そしてその迷いが毎日になる。毎日はちょっとしんどいね。例えば朝、晴れてたとする。うん。でも午後に雨が降るかどうかはわからない。じゃあ洗濯物、かなり運になるね。そう。干した後に降られたら終わり。それが続くと、だんだんやる気なくなりそう。どうせまた失敗するかもってなる。小さいことだけど積み重なるね。そういう小さい不確実が増える。外出も変わる？変わる。今は予報を見て判断してるからね。それができなくなる。だから常に最悪を想定する。じゃあこうなるよね。雨降るかもしれない前提で動く。荷物も増える。予定も縮む？縮むと思う。遠出しづらくなる。なんか自由が減る感じするね。でも昔はそれでやってたんだよね。そう。その代わり別の力があった。空を見る力とか？そう。雲とか風とか。なんとなくわかる人いるよね。今よりずっと重要だったと思う。じゃあ能力は上がる？上がる人もいる。でも全員じゃない。あ、忙しい人は無理だ。そう。余裕がないと読めない。じゃあ差が出るね。出る。適応できる人とできない人。同じ雨でも違う影響になる。そう。ある人には問題ないけど、別の人には大問題になる。例えば仕事。外で働く人？そう。建設とか配送とか。農業も大きそう。かなり大きい。収穫に直結する。じゃあ食べ物の値段も変わるね。安定しなくなる。思ったより影響広いね。天気は全部に関係してるから。普段は意識してないけどね。それがなくなると不安が増える。そう。未来が見えなくなるから。でもさ、知らない方がいいこともあるんじゃない？例えば？雨ってわかると気分下がるじゃん。ああ、確かに。でもわからなかったら期待できる。もしかすると人は未来を知りすぎてるのかもしれないね。ただ、その分、裏切られる。それも含めてってことか。偶然が増える。偶然が増える世界か。いい面もあるけどね。例えば？予定外の晴れとか。ちょっと嬉しいやつだ。でも逆もある。最悪のタイミングで雨。そう。コントロールできない。それが毎日か。精神的にきそう。かなりね。安心って大事なんだね。未来が少し見えるだけで違う。今は当たり前だけど。かなり特殊な状態。
もしも天気予報がなかったら、世界は少しだけ不安定になる。でも少しだけ自然に近づく。その代わり、判断は自分になる。任されるってことだね。そう。全部自分で決める。それはそれで大変だ。便利さの代わりに責任が増える。今は助けられてるんだね。気づかないだけで。じゃあちょっと空を見るようになるかも。それだけでも変わるかもしれない。少しずつね。ルー。なんか静かな話だね。そうだね。でも考えるとちょっと怖い。怖さの正体って不確実さかもしれないね。わからないことが多いほど不安になる。そう。人は予測できないと落ち着かない。でも全部予測できるのもつまらない気がする。確かに少しのズレとか偶然は必要かも。じゃあこうなるよね。予報がない世界は少しだけ運が強くなる。結果に運が混ざる割合が増える。それって努力しても報われないこと増えそう。増えると思う。頑張っても雨で台無しとか。なんか切ないね。ただその分だけうまくいった時の喜びは大きくなる。ああ、確かに晴れた日は特別になる。今は当たり前すぎてあまり感じないけどね。晴れてるだけで嬉しいって感覚は戻るかも。そういう意味では感情は豊かになる可能性もある。でも安定は失う。どっちを取るかだね。難しいな。例えばさ、通勤も変わると思うんだよね。どう変わる？今は雨なら早く出るとか対策できる。それができなくなる。だから常に余裕を持って動く必要がある。じゃあこうなるよね。時間に余裕がない人はきつい。そう。時間の使い方も変わる。今よりゆっくりした生活になる？一部はそうなると思う。でも全体は逆に疲れるかもしれない。予測できないから？常に警戒してる状態になる。それは確かに疲れる。だから人は情報に頼るようになったんだと思う。天気予報ってそういう役割なんだね。未来を完全にじゃなくても少しだけ見せてくれる。それだけで十分なんだ。少しわかるだけで人は動きやすくなる。じゃあこうなるよね。予報がないと行動が鈍くなる。その通り。判断が遅れる。結果として機会も減る？減る可能性はある。リスクを避けるからね。なんか全体的に守りの世界になるね。意外だね。ただの天気の話なのに。天気は基盤だからね。その上に全部が乗ってる。基盤が揺れると全部揺れる。そういうこと。でもさ、もし予報がなかったら人はもっと自然を大事にするかな？その可能性はある。観察する必要が出てくるから。今は見なくてもわかるもんね。そう。空を見なくても生きていける。ちょっともったいない気もする。便利さと引き換えに感覚を手放してる部分はある。じゃあこうなるよね。
予報がない世界は五感が戻る。いい表現だね。確かに戻ると思う。でも全部は戻らないよね。生活の速さが違うから。今のスピードのままじゃ無理か。そう。どこかで無理が出る。結局、今の社会は予報ありきなんだね。かなり依存してると思う。依存って言うとちょっと怖い。でも事実に近いかな。じゃあ急に消えたら大混乱？最初はそうなると思う。慣れるまで時間かかる。人ってすぐ適応するかな？時間があればする。でも最初はかなり不安定。なんか想像すると落ち着かないね。それが予測できない世界だからね。今って結構守られてるんだ。見えないところで支えられてる。それが当たり前になってる。気づかないだけでね。もしも天気予報がなかったら、世界は少しだけ不便になる。でもそれ以上に不確実になる。そしてその不確実さを毎日受け入れることになる。それって結構大きい変化だね。じわじわ効いてくるタイプの変化。一気じゃない分気づきにくい。でも確実に変わる。なんか静かに怖いね。そうだね。派手じゃないけど深い影響。じゃあさ、今のままの方がいい？多くの人にとってはそうだと思う。安心がある方がいい。未来が少し見える方が生きやすい。でも少しだけわからない部分も残したいね。その方が面白さはある。全部わかるとつまらなくなる。そう。バランスが大事。もしも天気予報がなかったら、人はもっと自然を見るようになる。でも同時に不安も増える。その両方を抱えて生きることになる。今はその一部を手放してる状態なんだね。そう。便利さの代わりに。じゃあ今日は少しだけ空を見てみる。いいと思う。なんとなくでもわかるかもしれないし、それだけで少し世界が変わるかも。予報がなくても生きてはいける。でもあるからこそ楽になってる。その違いを知るのも面白いね。今日の空どんな感じだろう。少しだけ見上げてみようか。もしかしたら何か気づくかもしれない。静かにね。ゆっくりでいい。そのままで大丈夫。少しだけ何も考えずに。ただ空を見てその時間を感じてみる。それだけでも十分かもしれない。ゆっくりでいい。そのままで大丈夫。今日も静かに終わっていく。そんな一日でも悪くない。それでいい。おやすみ。